ガトーショコラ風ケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はガトーショコラ風ケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、チョコレートケーキを作るんですが、ガトーショコラ風に仕上げていきたいと思います。材料もたったの3つで作れるのですごく簡単です。作り方にところどころポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、チョコレート、グラニュー糖、こちらの3つの材料で作っていきます。まず卵なんですが M サイズ、L サイズどちらでも OK です。 L サイズの方が少し卵白の量も多いので少しだけ厚みが出ると思います。こちらの卵は常温の状態に戻しておいてください。そしてチョコレートですね。今回はガーナのブラックチョコレートを使っていきます。こちらはですね、ミルクチョコレートを使っていただいても OK です。そしてここに今回はグラニュー糖も加えていきます。こちらのグラニュー糖は卵白を泡立てる時に使うんですけれども、卵白の泡が安定して混ぜた時に泡がだれにくくなります。そして今回はですね、こちら15センチの丸いケーキ型を使っていきます。こちらはね、底付きタイプのものになります。このようにオーブンシートまたはクッキングシートを丸くくり抜いてそこに敷いてください。さらに側面にはこのように細長く切っていただいて、そして中に敷き詰めます。こちらの型の準備は必ず生地を作る前に行ってください。ということで早速作っていきます。それでは作っていきます。まずこちらのチョコレートを細かく刻んでいきます。この後湯煎で溶かすのでできるだけ細かめに刻んでいただくと溶けやすくなります。では刻んでいきます。はい、このように細かく刻んでください。そしたらですね、こちらのチョコレートはボウルの中に入れていきます。はい、このようにボウルに入れてください。そうしましたらチョコレートを湯煎で溶かしていきます。まず別のボウルにお湯を注ぎます。だいたい60度前後のお湯を注ぎ入れてください。そしてこの上にチョコレートのボウルを置きます。そして湯煎に当てながらチョコレートを溶かしましょう。湯煎だとね、少し時間はかかるんですけれども、チョコレートがその分綺麗に溶けてくれます。これを電子レンジで加熱してしまうと焦げる時があるので、必ず湯煎で溶かすようにしてください。ちなみにこの湯煎のお湯の温度はだいたい60度前後ぐらいのお湯を使ってください。はい、チョコレートが綺麗に溶けました。このようにね、しっかりと溶かすようにしてください。それではこちらのチョコレートは使うまでこのまま湯煎に当てておきます。それでは続いて卵を卵白と卵黄に分けていきます。卵白に関しましては泡立てるので大きめのボウルを使ってください。ではね、分けていきます。こちらに卵黄です。はい、このように分けてください。こちらの卵黄に関しましては表面が乾いてしまいますので、使うまで上にラップをかぶせて置いておいてください。それでは卵白を泡立てていきます。まずね、何も入れない状態でハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。はい、OK です。20秒泡立てるとこのように粗い泡が立ってきます。そうしましたらここにグラニュー糖を全て加えます。そして今度はハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。30秒泡立てるとこのように柔らかい角が立ちます。角が立ってすぐお辞儀するぐらいですね。このぐらいまで泡立ててください。そうしましたら最後仕上げに低速で1分泡立てていきます。はい、OK です。そうするとこのようにとてもきめの細かいメレンゲに仕上がります。先ほどよりもね、ほんの少しね、この角の感じが硬くなる感じですね。ただここであんまり泡立てすぎてしまうとチョコレートと混ぜた時に馴染みにくくなってしまいます。なので泡立てすぎには注意してください。あとね、作る環境によって卵の温度も変わってきます。卵の温度で泡立て具合も変わってくると思いますので、この動画のね、泡立て具合を参考に泡立ててみてください。
それではですね、こちらの湯煎に当てていたチョコレートなんですが、こちら湯煎から外します。この時にチョコレートにお湯が入らないようにだけ注意してください。そうしましたら、こちらのチョコレートの中に卵黄を入れていきます。こちらを全部一度に入れずに一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。ではまず一つ入れます。そしてよく混ぜましょう。卵黄を入れるとね、少しチョコレートが硬くなってきます。しっかりとね混ぜてください。はい、そして混ぜたらさらにもう一つ加えます。混ぜます。質感的に言うとちょっとねこんな感じでポサポサっとした感じになってきます。こちらも混ざったら最後もう一つ加えます。この時にこういった辛さとかが気になった時はこちらは取り除いてください。気にならない時はそのままやっていただいても大丈夫です。そして混ぜます。ここでねしっかり混ぜていただくとだんだんチョコレートにツヤが出てきます。そうなるまできちんとねこうやって混ぜてください。はい、 OK です。こんな感じでチョコレートと卵黄を混ぜてください。そしたらですね、続いてこちらの卵白とチョコレートを合わせていきます。まずですね、こちらの卵白を一すくいしてチョコレートの中に入れます。1回目はね生地をなじませるイメージでしっかりと合わせていきます。チョコレートの生地の方がちょっと硬いので、ちょっと卵白でね柔らかくしていくイメージですね。はい、でこのように混ざったらもう一すくい入れてください。そして2回目からはねふわっと混ぜていきます。最初はちょっと馴染みにくいんですが、だんだんね混ぜていくうちに馴染んでくると思います。まだ少しね卵白の感じが残っている状態で、さらにもう一すくい入れてください。そして混ぜます。こちらもね同じようにふわっと混ぜてください。だんだんチョコレートも柔らかくなってくるので、やればやるほどね混ぜやすくなってくると思います。今度はですね卵白の筋がなくなるぐらいまで混ぜてください。そしたら最後仕上げです。こちらの卵白のボウルにチョコレート生地を入れていきます。こうすることで混ぜムラを防止することができます。加えたらですね、こちらもゴムベラでふんわりと混ぜていきます。この時ねボウルを回しながら混ぜると混ぜやすいと思います。泡をねこうできるだけ潰さないように混ぜていきましょう。ここでねあんまり混ぜすぎると膨らみにくくなってしまうので、混ぜすぎには注意してください。手早く混ぜて卵白の筋がなくなれば OK です。そうしましたらこちら用意しておいた型の中に生地を流し入れます。そしてゴムベラをこのように上下させて表面をならしていきます。表面が平らになったら少し高いところから 2,3 回落としてください。そうするとこのように中の大きな気泡が潰れてくれます。それではこちらを170度に予熱したオーブンで30分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じでふっくらと焼き上がってます。そしたらケーキクーラーの上に置いてください。そして竹串で真ん中を刺します。この時に生の生地がついてこなければ OK です。生の生地がついてきた場合は追加で5分から10分ほど焼いてみてください。それではね一度こちらのケーキを冷まします。冷ます時はこのまま冷ましていくんですが、表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。それでは冷まします。はい、ケーキが冷めました。そしたらですね型から取り出したいと思います。では取り出します。はい、そしてオーブンシートを剥がします。そしたら底の部分もオーブンシートを剥がしてください。ペリペリペリーっと。では最後にですね、こちら分量外ですが粉糖をかけたいと思います。分量外なのでこちらはお好みで OK です。ではかけます。はい、これで完成です。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これでガトーショコラ風ケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとてもしっとり濃厚に仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、中身はこのようにとてもずっしり濃厚な仕上がりになってます。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうすっごく濃厚です。そしてすごくしっとりとした仕上がりになってます。甘さもちょうどいいですね。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のガトーショコラ風ケーキのポイントです。まずチョコレートなんですが、今回はブラックチョコレートを使ってます。こちらはお好みでミルクチョコレートを使っていただいても OK です。お砂糖も少し入れるんですが、本当に甘いのがお好きな方はミルクチョコレートを使っていただくといいかなと思います。そしてチョコレートなんですが、チョコレートは湯煎で溶かすようにしてください。電子レンジなどを使ってしまうとチョコレートを焦がしてしまう原因になりますので、必ずね湯煎で溶かしていただけたらと思います。そして卵白を泡立てる時なんですが、軽く泡立てたらグラニュー糖を加えてください。そうすることで卵白の泡が安定して生地が垂れにくくなります。そして卵白に関してなんですが、泡立てすぎてしまうとチョコレートの生地と馴染みにくくなってしまいますので、泡立てすぎには注意するようにしてください。卵白は温度によっても泡立ち具合が変わりますので、動画の泡立ち具合を参考に泡立ててみてください。そしてチョコレート生地と卵白を合わせる時のポイントなんですが、まずチョコレート生地の方に泡立てた卵白を1すくい入れて、最初はしっかりめに混ぜてください。そうするとだんだんチョコレートの生地が柔らかくなってきます。その後は1すくいずつだいたい2回ぐらい加えて、その都度ふわっと混ぜてください。そして最後はチョコレート生地の方に生地を戻し入れて、そして全体を混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。この時ですね、混ぜすぎてしまうと泡が潰れて膨らまなくなってしまいますので、混ぜすぎには注意してください。そして焼く時なんですが、今回私は170度に予熱したオーブンで30分焼きました。この適正な温度と焼き時間はオーブンの種類によって変わる場合がありますので、焼き上がったら一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてください。ここで生の生地がついてきた場合は追加で5分から10分ぐらい焼いていただくといいかなと思います。そして焼き終わったらそのまま冷まして、冷めたら型から出して、そしてお好みの大きさに切って召し上がってください。ただですね、このケーキなんですが、実は冷蔵庫で冷やすととってもずっしり濃厚で美味しい仕上がりになります。こちらは好みかなと思いますので、ずっしり濃厚系がお好きな方は冷めた後に冷蔵庫で1日冷やしてから召し上がってみてください。2つの食感を楽しんでいただくのもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はガトーショコラ風ケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。